今回は小学校3年生で学ぶ掛け算の決まりについて勉強していきましょう。では、掛け算について思い出すため、一つ質問です。3個のりんごが入ったお皿が4つあります。りんごは全部でいくつあるでしょこれは足し算で考えることができます。3たす3たす3たす3イコール12ですね。う？同じ数を何回も足しています。こういう時に使うのが掛け算です。3個のまとまりが4つあるということで 3×4 と書きます。3×4 の答えは12です。3たす3たす3たす3と足し算をした結果と同じですね。つまり掛け算とは同じ数を何回も足すことです。掛け算は計算を楽にするための方法ですね。日本の学校では掛け算の記号としてこれを使います。この記号はかけると読みます。ちなみに日本ではこの記号を使いますが、世界ではドットを使って掛け算を教えている国もあります。掛け算は普段の生活でもたくさん使います。例えば、八百屋さんがトマトを1箱5個で売っているとします。その箱が3箱売れました。全部でトマトは何個売れたでしょう？ 5×3 イコール15。15個売れたことになります。さらに考えてみましょう。トマト1個が100円だとします。15個売れたらお金はいくらになるでしょう？ 100×15 イコール1500。1500円です。このように掛け算ができると、物の数やお金の計算がすぐにできます。掛け算はお仕事でも使うので、とても大切な知識です。そしてこの掛け算について今回はいくつかの決まりを教えていきます。まずは1つ目。かけるの前と後ろの数字を入れ替えても同じ答えになる。例えばさっきの問題です。3×4 は12という計算をしてましたね。では 4×3 はどうなるでしょう？答えは同じく12です。つまり 3×4 と 4×3 はどちらも12になります。さっきと同じようにりんごを使って説明しましょう。りんごが3個入ったお皿が4つありましたね。つまり3個のまとまりが4つあったということです。右上のお皿にあるりんご3個を1つずつ他のお皿へ配ってみましょう。右上のお皿からりんごがなくなりました。そして他のお皿にはりんごが3個ずつありましたが、それぞれ4個に増えました。それぞれ1個ずつ増えましたね。これはつまり4個のまとまりが3つあるということです。つまり 4×3 という計算になります。そしてこの 4×3 の答えは12ですね。りんごが12個あるのは変わっていません。ルール1。かけるの前と後ろの数字を入れ替えても同じ答えになるというのはこういうことだったんです。次にルール2。数字を分けて考えることができる。かけるの前と後ろのどちらかの数字を分けて計算することができるというルールです。例えば 3×5 を考えてみましょう。ここでかけるの後ろにある5に注目します。5は4と1に分けられます。すると 3×5 は 3×4 と 3×1 を合わせたものと考えることができます。つまり12たす3イコール15です。これが数字を分けて考えることができるという決まりを使った計算です。今度はかけるの前にある3に注目しましょう。
3は2と1に分けられます。すると 3×5 は 2×5 と 1×5 を合わせたものと考えることができます。つまり10たす5イコール15です。一つ注意しなくてはいけないのは、数字を分けるのはかけるの前か後ろの数字どちらかだけということです。かけるの前と後ろのどちらかを分けるか決めたら、分けない方はそのままにしておきましょう。ルール2、数字を分けて考えることができる。これも大事な決まりなので覚えておきましょう。では続いてルール3です。0をかけると0になる。掛け算の計算の中で0をかけることになると、計算の結果は0になるというルールです。例えば 3×0 を考えてみましょう。3×0 は文章で考えると3個のまとまりが0個あるということですね。3個のまとまりが0個あるということはどういうことか。リンゴを使って考えてみましょう。リンゴ3個のまとまりがありますね。このまとまりが0個、つまり1つもないと考えてみましょう。するとリンゴは1個もない、つまりリンゴは0個です。というわけで 3×0 イコール0となります。このように掛け算の計算の中で0をかけることになると、計算の結果は0になるのです。ここでルール1、かけるの前と後ろの数字を入れ替えても同じ答えになるという決まりを思い出してみましょう。このルール1を使って 3×0 を 0×3 と入れ替えます。0×3 ということは、リンゴ0個のまとまりが3つあるということです。では、リンゴ0個のまとまりが3つあるとはどういうことか、イラストを使って説明します。これまでリンゴを乗せるために使っていたお皿があります。ですが、お皿にはリンゴは一つもありません。この時、お皿はリンゴ0個のまとまりであると言えます。そんなリンゴ0個のまとまりが3つあります。では、リンゴはいくつあるでしょう？答えは0個ですね。リンゴは1個もありません。というわけで、リンゴ0個のまとまりが3つあるということは、リンゴは0個ということです。つまり 0×3 イコール0となります。3×0 と 0×3 は同じということがわかりました。それではこの動画のまとめです。今回は掛け算の決まりを3つ紹介しました。1つ目は、かけるの前と後ろの数字を入れ替えても同じ答えになる。2つ目は、分けて考える決まり。3つ目は、0をかけると0になる。これらのルールは、これからの小学校算数はもちろん、中学生、高校生、大人になってからも使う知識なので、ぜひ覚えていきたいですね。このチャンネルでは今後も算数についての動画を出していく予定です。学校のお勉強に役立つチャンネルとなるよう頑張っていきます。では次の動画でお会いしましょう。またね。